い、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回少し更新が遅れてしまいましてご心配おかけしてすいませんでした。今回は2月10日新月から2月24日満月までの流れを星の解説をしながらタロットでも見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっとお知らせなんですが、星のことやタロットのことに興味あるよっていう方は私の方でメンバーシップをやっています。2月はもうちょっといっぱいなんですが、2月も3月もオフ会もありますし、動画もですねもう300本以上ありますので全部見放題になっています。ご興味ある方はね、皆さんのご参加もお待ちしておりますので、概要欄から詳細ぜひご覧ください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップエース逆、太陽、カップ3、ソード3逆、ペンタクルスエース、吊る人逆、ワンド5。はい、そして気をつけることや対策はカップ7の逆とペンタクルス8とオラクルはワンドナイトです。そうですか。ちょっとまずね、星の解説というか星の補足からさせていただくんですけども、この2週間っていうのは本当に乙女座の皆さんは継続の力、もうこれをめちゃくちゃ使います。で、特に2月の10日の新月から日常生活を整えようとか、何か自分に対しての決め事をするっていうのはとってもいい時になるんですね。健康のために例えばウォーキングしようとか朝早く起きようとかでも何でもいいんですけど、白湯を飲もうでもね、簡単なことでも何でもいいので、何か自分の健康のためになることをやろうっていうふうに決めるのがとてもいいんです。でなおかつそこから日常生活が整ってくるよって感じがあるので、継続していくことで成し得ることができるタイミングになっています。でさらにこれは皆さん共通でこの2月の中旬というのはすごく深い強さ、自分がもともと持ってる強さっていうものをすごく出せる時なんですが、特にそれを乙女座の皆さんっていうのは日常生活とか自分の健康とかお仕事に対して使えるんですね、この情熱とか強さっていうものをね。なので一番でも有効的に効くんじゃないかなって思うのは、その健康だったりとか自分の体のために何かをするとか、日常生活の中で決め事をするっていうのがとってもいい流れになるような気がするんですよね。それをね、ぜひ意識してやってみてください。そして今年のね前半のテーマって自分の本当に盾を作っていくっていうかね、専門性を磨いていくよっていう時なので、じゃあコツコツと勉強しようとかもいいし、じゃあこれを経験を積んでいこうみたいなのもとてもいいです。でカードで見るとすごく恵まれています。何でしょうね、人生の豊かさを感じやすい時というか、日常生活がしっかりしてると人って幸せを感じやすいので、そういう意味で何か今恵まれた状況っていうのがあるのかもしれないですけど、入り口はねカップのエースで、私から見ると逆ですけど、それでもやっぱり喜びがたくさんあるんですね。でもその喜び事って喜んでいいのか、なんかぬか喜びしちゃいけないんじゃないかみたいな、そういうちょっと引きながらその喜びを見てるって感じはありますけど、でも何かいいことあったんじゃないですか。その喜びの方に焦点を合わせてもいいかもしれないですね。そしてここでもう太陽がバーンと出てるってことは、今まさに乙女座の皆さんは本当に今自分自身を整えるのにものすごくいいパワーが宇宙から届いてますよっていうふうに言われているので、これいかようにでも使ってください。自分自身のためでもいいし、仕事で使ってもいいし、日常生活で使ってもいいし、すごく生活を整えるのにふさわしいタイミング来てます。できるよって言われてます。そしてそれまでここまでの流れの中でも何か嬉しいことがあったんじゃないかなって思うんですね。カップの3っていうのはみんなで喜んでる、お祝いしてるみたいなカードなので、一緒に誰かと喜んだり、ちょっと目標をやったっていう目標達成を感じてるっていう喜びがあったんじゃないかなと思うんですね。でもその喜びを感じているにもかかわらず、とても恵まれているにもかかわらず、どこかで自分を責めとかなきゃいけないみたいな感じがあって、またここで急に自分に「いやいやいや、そんなに喜んじゃいけない」とか「いやそんなに気抜いちゃいけない」みたいなそういう感じがあります。でもそうかと思ったらまたね、すごい「やった!」っていう喜びがあって、でこの喜びっていうのは最初に出てきたこう
感情的喜びというよりも本当にもっとしっかりとした確かな価値っていうものを見ているので、何かお仕事でも自分がやりたかった仕事にようやく携われるとか、わあいい就職先見つかったとか、この関係はきっとずっと続いていくなと思うような人間関係だったりとか、とっても人生の中で価値あるものっていうものがなんか生まれそうな感じなんですよ。これはとてもいいんです。あの特にねこの時期っていうのはその日常生活整うよとか、自分自身が何か継続していく力がつくよっていう時なので、すごくそれが人生の基盤となるような、自分でもちゃんと納得できるようないいものが出てくる感じがします。でこんなにいいものが出てきてるのに、またいやいやなんかもっと頑張らなくちゃいけないとかまた自分にプレッシャーをかけたくなったり、もっとそれを 100% 生かすにはこうしなきゃいけない、うわでもまだ今できないみたいに、なぜか自分のことを責めたいんだなっていう感じがあるので、いいんですけれども、そこそこにしといてくださいね。せっかくある喜びを感じきる前になんか自己批判に行ったりとか、もっとこうしなきゃいけない、もうじゃあこの対策打ちましょうみたいになるので、十分感じきってからそれしてくださいね。すごく頭のいい方も多いですし、この運を生かすためにはこうすべきだみたいなのもね、ちゃんと分かってる方も多いと思うんですけど、その喜びを感じきる前に役割の方に行こうとしてるっていう感じがしたので、ぜひぜひたっぷり感じてから、十分味わってから行ってください、次に。なぜならば、もし途中でねちょっと身動き取りにくいなって思うようなことがあったとしても、その状況でこそ気づくことがあるっていうふうに出てるので、何の無駄もないんです。例えばお仕事頑張りたいって思ってらっしゃる方がいて、じゃあこれもやってあれもやってって思ってる時に、うわ風邪ひいちゃったとかなって、うわできないってなっても、やろうと思ってたことができてないってなるかもしれないんですけど、その風邪ひいてゆっくり寝てることで思いつくみたいな、仕事に対しての何かいいアイデアを思いつくとか、そういうこともあったりするので、全く全て無駄はないと思ってください。でそしてその何か方法なり何かが思いついた後にやることやっていきますみたいな感じが出てます。すごいこう自分ではこれぐらいできるんじゃないかっていう自分への課題を与えて、それをちゃんとこなしていってるって感じがしますね。で対策のところでもこのペンタクスの8が出てるので、やっぱりコツコツとね日常をこなしていくし、自分が決めたことやっていくんだなって感じがすごく出てます。でもちろんまだまだ見えないこととか、これはどうなっていくんだろうみたいな、そういうこともありますが、それでもねそのことに惑わされずに、今はこれなんだからみたいな形で、このいろんな状況可能性の中でも今はこれっていうふうに決めてやっていけるんだなっていうふうに思いました。そして何よりすごくね前向きですね、この2週間。自分を責めたりとか、もっとこうしなきゃみたいな思いあったとしても、でもすごくやっぱ現実をねしっかり生きて毎日を過ごしてるっていう感じがします。これとってもいいですね。ちょっとそうね、とにかく現実を作っていく力が強いんですね、この2週間ね。だからいかようにでも進んでいける感じがします。で人間関係で言うとすごくねいい関係、これまでの関係も含めいい関係なんですけど、自分が勝手に引いてるっていうか、あんまり出しゃばらないでおこうとか、これぐらいにしとこうみたいな感じでこう引いてる感じもあるので、全然そんなに引かなくて大丈夫ですよって感じがします。それよりもこの自分の中に芽生えてくる価値って何なのかなっていうところに焦点を当ててもらう方がいいですね。これは関係性の中でもしそれを感じるんだったら、もう本当に大事にしてほしい。こういう人と出会えてよかったとか、この人とのこういう関係これからも大事にしていきたいっていうふうに思ってる、それまた感謝を伝えればいいし、現実にどれだけ密に合ってるかとか、物理的な距離とか関係なしにね、人間関係は悪くないです。ただなんだろうね、なんかこうもうちょっと現実的な何かをしっかりと積み上げていきたいんだっていう意識の方がなんか強いのかなっていう感じがあり、でもそれも全然できますからね。ちょっと気をつけることを見てみますね、この時期。2月24日の満月って乙女座さんで起こる満月だからより一層何かちゃんとやらなくちゃとかって思うのかもしれませんね。いや素直にそこに向かっていってると思ってくださいね。
皆さんね、気をつけること。はい。やっぱりね、これはね、復讐というカードなんですが、復讐って言ってもね、相手に対して復讐してるんじゃなくて、自分を痛めつけることによって相手を復讐するっていう、ちょっと遠回りなやり方の復讐なんですよね、このカードって。なので、ここでもね、自分のことなんか責めてますかみたいな感じが出ているので、もう今この2週間はとっても宇宙から現実を作っていく力が与えられているとした時に、宇宙からは与えられているのに自分で自分のことを責めるっていうのはちょっともったいないので、自分のことを責めるのができるだけやめてください。そして気をつけてねっていうのは、なんかまるで自分が不幸になることによって相手に復讐するみたいな感じのカードが出ているので、そのやり方もねすごく自分がしんどいだけだから、それもやめときましょうって感じ。現実を自分のために作っていってくださいね。対策見ます。そのままのあなたでいいんですよっていうふうに言われています。そんなに頑張らなくてもというか、そんなに自分を卑下しなくても、そのままのあなたで、気づいたら隣に誰かいませんかみたいな、友達だったり仲間だったり同僚だったり、その人と一緒に協力してやっていったらいいんですよ、そのままの自分でいいんですよっていうふうに言われています。そしてそれを意識して過ごしていただくことによって、この時期、セクシャリティということでね、本当の意味で裸の心でその人と向き合っていけますよっていうふうに出ています。これすごく良くないですか？乙女座の皆さんやっぱりどうしても義務的になりやすいので、他者に対してもそのままのあなたで向き合うことによって本当に向き合えるんですよって。心のシェアもそうだし、体のシェアもそうだし、何か本当に関わっていい形でね、裸の心で向き合っていくことができるよというふうに言われてます。すごく和みますよね、この感覚って。わかりますか？なんか他者に対して気を使ってもっと義務を果たさなくちゃとか、もっとちゃんとしなくちゃっていう意識でいると、関われば関わるほど気を使うけど、なんだ、そのままの自分でよかったの、そのままの自分を出す方がよりいい効果があるのっていうふうに思ったら、なんか力も抜けるし、じゃあ無理して頑張らないということで止まってみることでいい方法も見つかるし、素直に向き合っていける、素直に関わっていけるってすごく良くないですかね。でそうすることによってビジョンが見えてきますというふうに言われてます。なんかやりたくなるんでしょうね、きっとね。ということで、2月の19日以降もパートナーシップは引き続きいいんです。なのでカードで見るところ、今は日常生活っていう感じですが、それでももうパートナーシップいいよねっていう感じがもう早くも来ているので、2月の19日以降もきっといいんだと思いますね。19日から24日までの間っていうのが特にいいんでしょうね、人間関係ね。向き合ってみてください。ということで今回ここまでにしておきます。次回2月24日までに次の動画をまたアップしたいと思います。もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。では、いい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。